皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は昨年11月の横浜アリーナ以来久々となる2024年2月22日に KTZEP 横浜で開催されました10thアニバーサリーツアー番外編のお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。2024年最初のお給仕で、今回は本当に久々というか長期間インターバルが空いてしまいましたので、晩明ロスが心配されましたが、なんとかこの日を迎えることができました。いつものように当日移動で朝自宅のある大阪を出発しまして、これも横浜アリーナ以来の新幹線で新横浜へ向かいます。新横浜からは横浜線で移動して横浜駅に着いたのがお昼前でしたので、横浜といえば崎陽軒かなと思い、地下街にあった崎陽軒中華食堂でサンマーメンと特製シューマイをいただきました。関西人の私としては551蓬莱の方が合ってる気がしました。で、KTZEP 横浜へ行こうと思ったのですが、2024年最初のお給仕ということで、やっぱりサイちゃんが張り切っているようで、雨でしかもものすごく寒いです。サイちゃん曰く、天気のことは私に言われても分かりかねますへへへらしいのですが、いやいやお名手様たちはみんな分かってますよね。なので一旦コーヒーでも飲んで小雨になるのを待ち、とりあえずホテルに荷物を置きに行くことにしました。ホテルに荷物を置いて晩目傘を差しながら KTZEP 横浜へ向かいます。誰かが X のポストで道に迷う的なことを書かれていたのですが、確かに迷いそうになりながらなんとか会場にたどり着きまして物販に並びます。物販開始の30分前ぐらいでしたが、すでに100人くらい並んでましたね。で、いつものごとくのサイちゃんパワーで物販開始くらいになると雨が止むという、本当に神がかってるというか、改めて凄さを認識しました。それで物販に並んでると、小鳩さんのロンティーのデザインが誤っているということで、正式版は別途販売するとのアナウンスがありました。小鳩さんとサイちゃんもポストしていまして、間違ってるけど販売はするということで、こんなの買うしかないってなりますよね。なので1時間ほど並んで、そのロンティーとポーチジャケットとご当地 T シャツとくじ10枚購入しました。ロンティーはもう M サイズしか残っていなくて、私が買った後すぐに売り切れてしまったようです。買えてよかったです。でもくじ運はまだ戻ってきてない感じです。それでたくさん買ってしまったのと、ホテルにチェックインしないといけないので、ホテルに戻ってチェックインして荷物を置いて MA1 の下にご当地 T シャツを着て再度会場へ向かいます。往復で30分以上かかってしまいましたが、ちょうど16時頃に着いたので、横ありの時は参加できなかったニッシーさんの集合写真に写ることができました。それでいよいよ入場待ちとなりますが、めちゃくちゃ寒かったですね。今回のチケットは A459 番となかなか微妙な番号だったのですが、会場に入ると10列目くらいのサイちゃん前をキープできました。KTZEP 横浜はスタンディングフロアにところどころ柵があって圧縮が起きないような作りになっていて良きでした。でも後で X 見たら上手の方で圧縮起きてたみたいですね。私の周りは大丈夫でした。今回も18時定刻ぴったりに SE が流れてきて、大歓声と手拍子の中、晩目さんたち登場です。まず目に入ったというか、久しぶりの晩目さんたちを目の前にしての驚きが、サイちゃんの髪型が違う、可愛いでした。姫カットと言っていいのか、前方が少し短くなっている感じなのですが、全然印象が違うんでびっくりしました。いやー、新衣装を間近で見たのも感動しましたが、それを超えるサプライズでした。事前のインスタで確かに髪型が違うなと思ってましたが、こうまで印象が変わるとはという感じです。それでみんなが前に出てきて番外編ということで1曲目何が来るかなと思っていたら、さすがサイちゃんです。裏の裏の裏の裏を書いてドミネーション始まりです。妙な緊張が解けた感じというか、いつものお教授の安心感みたいなものが出て、初っ端から全力で手を振ってちゃんととハローハロー叫んで、一気にステージと会場が一体化しました。それでここからが本当の番外編です。2曲目はディファレントです。これは横ありではアコースティックでやりましたが、通常演奏は日本では川崎クラブチッタ以来ですね。この時だったか覚えていないのですが、今回は緑のレーザーの演出がすごくかっこよくて、視覚的にもかっこいいステージでした。曲終わりで大歓声の中、次に始まったのがなんとリアルエグジステンスです。もうイントロの時点で会場はどよめきます。10thアニバーサリーツアーでは初ですね。会場は当然ノリノリです。ギターソロでミンチョが前に出てきてくれたので、ミンチョのお姿も堪能できました。この時だったか記憶が曖昧ですが、ミンチョとミサさんが下手の方でなんか変な動きしながら楽しんで演奏してたような場面がありましたね。続けては YOU です。これは秋田以来、私は大阪ビッグキャット以来です。
初っ端から会場のウォー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 が大音量で響きました。やっぱり YOU は好きですね。私の位置からはサイちゃん、あーちゃん、小畑さんがよく見える位置だったのですが、この YOU の小畑さんのギター弾いてるところがよく見えて、めちゃくちゃうまいと思いました。プロに向かって失礼かもですが、本当にうまかったです。それで MC かなと思ったら、あのイントロです。モラトリアムです。小樽以来ですね。全曲の YOU で結構声出すのがいっぱいいっぱいになっていたのですが、サイちゃんの煽りもあって全力でちゃんとシンガロング頑張りました。今回はあーちゃんもほぼ正面に見えたので、楽しそうに全力の笑顔でドラム叩いてるところも見れて最高でした。ここでお帰りなさいませご主人様お嬢様、やってまいりましたっぽー KT ゼップ横浜クルッポーで1回目の MC です。2024年初のお給仕ということで、明けましておめでとうございますっぽー、今年もよろしくお願いしますっぽーという感じで始まりました。あとはいつもの感じで、初一歩ねとか、体調気をつけてねとかの気遣いがあって、皆様今日も楽しんでいきましょうっぽーみたいに言いたいところで、小畑さんが完全に噛んでしまったので、サイちゃんからツッコミが入ります。それでサイちゃんがブーブーって言ったので、会場もブーブーと乗ります。小畑さんはサイちゃんが言うとみんな言っていいと思うからやめるっぽーみたいに言うのですが、当然サイちゃんはやめません。でもなんとか会場が落ち着いて、小畑さんは深呼吸とかして立ち直って、素敵なお給仕にしましょうっぽ、ようこそバンドメイドのお給仕へで次セクションです。MC 明けはなんと I can live without you です。ずっと聞きたいのに聞けなかった大大大好きな愛ちゃんです。もう大興奮です。姫カットのサイちゃんを正面に見ながらのすごい迫力のボーカルを聴けました。この曲はストレートのハードロックな感じがして本当に好きなんですね。ギターソロはもちろん、ソロ前のあーちゃんのドラムも、ソロ後のミサさんのベースも堪能できました。香港ではやってましたが、テンスでは初めてですよね。貴重な体験でした。それで次はターミンオンです。もう興奮が止まりません。アイキャンからターミンオンってハードロック好きのおじさんには贅沢すぎます。これは高松松山でしかやってなかったので、初のご主人様お嬢様は多かったと思います。この曲はアレンジしたわけではなく、もともとからミサさんとミンチョのバトル的な感じのソロでめちゃくちゃかっこいいんですよね。いや、大満足です。それで次は何が来るかなと思っていたら、福岡以来となるアイルです。重厚なリフとサイちゃんの低音がたまりません。今回アンリッシュからはこのアイルだけでした。最新の EP なのに1曲しかやらないって逆にすごい気がしています。次がリンネです。このセクションはハードが過ぎる感じです。私の位置からはミンチョがあまり見えなかったので小畑さん見てたのですが、このリンネも小畑さんのギターがめちゃくちゃかっこよかったです。当然ミサさんのベースラインもゾクゾクきますし、見えなかったですけどミンチョのギターもすごいし、あーちゃんのバスドラもすごいし、ボーカルもコーラスも演奏もみんなすごい曲だと改めて実感しました。ここで2回目の MC です。確かサイちゃんの盛り上がってるか横浜みたいな煽りで始まります。サイちゃんが調子どうとかみんな元気だったって感じで話しかけてくれるのですが、小畑さんが今日は雪降らなくてよかったけど雨でお足元悪い中来てくれてありがとうみたいに言うと、サイちゃんが私のせいじゃないけどねみたいに返します。いやいやサイちゃんのせいだとは思いますよね。で、小畑さんがサイちゃんの気合が入りすぎて雪予報が出てたとサイちゃんをいじり始めて、10年前一番最初のワンマンお給仕でもそうだったみたいに話してくれようとするのですが、サイちゃんに止められて話さずに終わってしまいましたね。聞きたかったです。で、確かこのくだりでなんか変なこと言ってサイちゃんから責められてる小畑さんに会場から頑張れって声が上がって、小畑さんが頑張るっぽーみたいに受けたのですが、後で実は会場のヤジは頑張れではなく謝れって言ってたことが判明します。翌日に行った芝コーヒーで一緒になった方がやじった本人で、そのことを聞きました。それで瀬戸りの話になって、ここまでどうですかで、当然会場は大盛り上がりです。で、サイちゃんが横浜アリーナで最長のお給仕やったのに、それでも曲が多すぎて入りきらなかったみたいなことを話してくれます。漏れた曲が多すぎて自分たちがリリースしたのにこんなにあるのみたいに思ったらしいです。本当にそうですよね。で、今回も入りきらなかった曲があるということで、番外編の番外編やらないといけないかもで、会場はまた大盛り上がりです。それで、この先も期待していいよで大歓声となります。で、やっとここで会場からサイちゃんの髪型かわいいみたいな声が上がって、ミンチョがそうなのみんなガチ恋になっちゃうみたいに言って、会場に向かってガチ恋の人って聞いたら、まあ当然みんながはーいって手が上がります。で、ミンチョがみんなライバルだみたいに言った時に会場からファミリーだって声が上がって、
小畑さんがガチ恋ファミリーって答えると、さえちゃんから新しい言葉を作っていこうってことになって、ガチ恋ファミリーが番目語録に追加されました。それでさえちゃんが次行くよって感じで次のセクションに入ります。で、ピアノのイントロです。会場から悲鳴のような歓声が上がりました。スタートオーバーです。テンスアニバーサリーはもちろんずっとやってなかったですし、私も初めてお給仕で聴けた曲ですし、大好きな曲なので、もうこれだけでも今回のお給仕に帰宅できたことを幸運に思いました。ポップ調ではありますが、きっちりバンドメイドらしさもあって、バンドメイドの曲の広さというか奥行きを感じられます。いや、スタートオーバーやってほしいと思ってましたが、本当にやってくれました。興奮冷めやらない中、次に始まったのがワンダーランドです。大阪ビッグキャッツ以来です。さえちゃんのボーカル始まりなわけで、今更ですが難しいですよね。この曲はやっぱりさえちゃんのファルセットを含んだボーカルが聴き応えあります。あーちゃんの変則的なタイミングで入るドラムフィルも大好物です。次は Before Yesterday です。エモすぎます。札幌と小樽だけでやった曲ですね。帰宅できてなくて待ってたご主人様お嬢様多かったと思います。この曲聴くと MV の風景が浮かびます。いや本当にすごいストーリーで、期待していいよって言ってたさえちゃんの言葉は本当でしたね。それで次の曲が One and Only です。イントロで会場がざわめきましたね。日本では京都でマイコリスペクトでやっただけなので、これも初の方が多かったと思います。会場はちゃんと手拍子で大盛り上がりでした。それで次が養老です。これもイントロでみんな気づいて大歓声です。これも大阪ビッグキャット以来と久しぶりです。もともとインスト曲だということで、さえちゃんのボーカルも当然ですが、演奏に聞き入りながら盛り上がりました。ここで3回目の MC となります。さえちゃんがいい曲聴けたでしょみたいなことを言って会場は大歓声です。でもまだまだ聴けるよみたいに煽ってきます。もう私も多分みんなも大満足だと思うのですが、まだまだ期待が膨らみます。それで確かさえちゃんが話すことあるみたいに言うのですが、そこでさえちゃんがすごい汗かいてるみたいなことを言うので、ミンチョが汗拭いたり、お返しにさえちゃんがミンチョの髪の毛を整えたりしてなかなか話せない感じになります。ミンチョがガチ恋ファミリーの中で一番近いとドヤ顔で言ったりして会場は笑いに包まれます。で、バンドメイド語録の話になって、さえちゃんが最初はクルッポだよねっていうことで、小畑さんが語尾にポーとかポヨとか小鳩の真似してる人がいるみたいなことを言いますが、さえちゃんが小鳩の真似ビジネスバトなのにみたいなことを言って、またビジネスバトが掘り返されます。で、やっと言いたいことの話になってグッズの話になります。タオルがいい色だとか言ってる時に、なぜかあーちゃんとミサさんがドラムのあたりでドスドスやっているので、何やってるのみたいに聞いたら、タップダンスということでいつもの自由な感じになります。で、それを振り切ってグッズの話に戻して、ご当地 T シャツの色の話になります。今回のご当地 T シャツはグレー地に文字の縁は赤で文字は黒でしたが、さえちゃんが何か分かった人って聞くと、会場からジャイアンツと声が上がります。慌てて小鳩さんが、さえちゃんが歌わなくなるからやめてって止めます。小鳩さん曰く、バンドメイドは読売にゃんにゃんにゃんは作りませんぽということです。さえちゃんが縁はオレンジじゃなくて赤だよと教えてくれるのですが、みんなわかりません。実は KTZEP 横浜のロゴの色だということなのですが、さえちゃんも小鳩さんも自信がないということで、スマホで調べていいよという流れになり、みんながスマホで調べ出すという珍しい光景が発生しました。それで小鳩さんが自分のスマホで画像を映してみんなに見せてくれるのですが、充電が残り 20% しかないということで、さえちゃんから小鳩はいつもギリギリで生きてるしなとの名言が生まれます。それでさえちゃんが言い忘れてたことがあるみたいに言い出します。去年の横ありでのご当地 T シャツの色を言ってなかったとのことで、確かにそうでした。で、分かってた人いたってさえちゃんが聞いたら、会場からまたベイスターズと心ない反応があって、また小鳩さんが慌てます。さえちゃんが歌わなくなったらどうするのみたいに言うのですが、さえちゃんはそんなこと言ったことないよ、歌いたいしみたいに言ってくれます。で、結局誰も当てられなくてヒントを出しつつ、会場から当てた体でさえちゃんから正解を言ってくれるのですが、横浜中華街の看板の色だとのことでした。それはわからないですね。この時も小鳩さんがスマホで画像を見せてくれるのですが、場所を変えて見せるたびに会場からの歓声が大きくなっていくという形になって盛り上がります。ご主人様お嬢様もこの辺りのノリが分かっていて面白かったですね。あと確かこの MC だったと思いますが、小鳩さんがプリントされたロンティーの話にもなって、無事ソールドアウトでしたって喜んでましたね。どこがミスだったかは内緒とのことでしたが、
ワールドの綴りが間違ってましたね。まあ貴重品です。それでまだ何か言うことあったっけみたいなくだりで会場から誕生日って声が上がって、そうそうみたいになり、さいちゃんの誕生日を祝うべくハッピーバースデーの歌をみんなで歌いました。それで確かアルバム発売の話になって、小畑さんがジャケットも塔の絵ですごくかっこよくてっていうのですが、あれそれって横ありの映像作品ではと思っていたのですが、そのまま小畑さんが楽しむ準備はできてますかポーと次セクションへ行く形になります。さいちゃんがいなくなったので、小畑曲かインストかなと思ったらタイムです。小畑曲は全て異常に好きなのですが、その中でもタイムは1位かもと思うくらいに好きな曲です。タイムは岡山以来となりますが、KTZEP 横浜の方が音が良かったですね。サビであーちゃんの裏に入るシンバルが最高に好きなので、目と耳でしっかり堪能できましたし、小畑曲の時のミンチはなんか優しい感じでほんわりします。それで続けてオンセットです。イントロでまた大歓声です。やっぱりこの曲はあーちゃんのドラムを見てしまいます。本当にすごいです。各ソロパートはみんなの見せ場で前に出てきてスポット浴びながら演奏してくれたので、もう最高でした。会場も大盛り上がりでオフィシャルライブビデオを彷彿させる感じでした。それで次がワーニングです。イントロとともにサイちゃんが入ってくるというワーニングの演出としてはこれだよねと思う形の入りでした。日本では荒垣以来となりますね。ワーニング待ってた人も多かったと思うので、会場はさらに盛り上がります。曲終わりでミサさんとあーちゃんのセッションが始まります。ベースとドラムだけのセッションなんですが、めちゃくちゃかっこよかったです。それに続けて本会です。これも最高に好きな曲なので、もうテンションマックスになります。バリバリのハードロックなのにメロディアスですし、これぞバンドメイドという感じが私的にはする曲です。1、2、3、4、5、6、7、8のところで指で表そうとしたのですが、全然できなくてめちゃくちゃな感じになってしまいました。それで次が Secret My Lips です。日本では神戸以来です。もう会場は驚きと喜びで騒然となりましたね。手拍子もひときわ大きかった気がします。最後の B メロの小畑さんとさえちゃんが歌うところは2人とも視界に入れながら見て聞くことができました。もう最高でした。ここで最後の MC となります。さえちゃんの楽しいかみたいな煽りで始まります。ここまでで十分楽しすぎてますね。ここで前の MC で小畑さんがアルバムと横あり映像作品と間違ってたとさえちゃんから指摘されます。やっぱりですね、アルバムは絶賛制作中ということでした。それで3月のアコースティック呼吸時とかインキュバスのスペシャルゲストの話になります。なんでもよく行くスタジオの受付の方がいつもはほぼ反応がないらしいのですが、インキュバスのチケットを取っていたらしく、インキュバスとやるんですねって初めて目を合わせて反応してくれたらしいです。あとメイドの日についてはまだ内容は決まってないみたいなことを言ってたと思います。それで今日のお給仕後に横ありの YouTube 配信第2弾があるという話で、帰るのに忙しいと思うけど私たちもチャットで参加するのでよろしくと言ってましたね。小畑さんのスマホは充電しておくようにとの指示がさえちゃんからありました。それでいよいよということで小畑さんがお立ち台に上がっておまじないタイムと叫んでおまじないタイムになります。もうここにいる人たちはおまじないタイムのプロばっかりっぽねみたいになりますが、一応初めての人って聞くと何人か手が挙がってましたね。それでいよいよという感じになった時にさえちゃんがすみません、あかねとミサが喋ってませんでしたと申し訳なさそうに横やりを入れてきます。それであーちゃんとミサさんが上手に出てきて、まずあーちゃんがはじめましてとか言って相変わらずの天然さを発揮して2024年のあかねですと挨拶します。でミサさんはビールを飲もうとするのですが、もう缶に入ってなかったみたいで小畑さんが新しい缶をもらいに行きます。多分そのあたりだったと思いますが、あーちゃんが喋り始めて、横ありの前日にあーちゃんとミサさんで万葉の湯に行ったとのこと。でも少し物足りないということで、その後にコスモワールドに行ってジェットコースターに乗ったらしいです。本当に仲いいですよね。で、新しいビールが届いたので、ミサさんが開封の儀から一気飲みするのですが、ミサさんがゲップみたいな変な声を出したので、会場は爆笑となります。それでようやくおまじないタイムになるのですが、なんか小畑さんは小畑タイムと言ってましたね。まあ確かに小畑タイムです。で、萌え萌えで会場はいきなり大音量の萌え萌えで返します。さすがプロって感じでした。で、恒例のお嬢様だけでの萌え萌えキュンキュンもやって、やっぱり可愛いので小畑さんは喜びます。で、ご主人様萌え萌えで大音量の萌え萌えが返ってくるので、小畑さんはおーって感じになります。それで生声でのバーンメイを何度かやって、さいちゃん、ハッピーバースデーとか、
阪神タイガースとかでさえちゃんの機嫌を取ると、さえちゃんも今年も優勝だって叫んでくれます。それでズッキュンバッキュンドッキュンで何が来るかと思っていたら、今日はニャンニャンニャンの日だけど来るっぽーでした。で、萌え萌えキューンで最終セクションに入ります。さえちゃんの強烈な煽りで始まったのがキャリーオンリビングです。すごい瀬戸りです。川崎クラブチッタ以来ですね。会場はいきなりハイテンションとなって大盛り上がりとなります。さえちゃんが踊りながら歌うのがめちゃくちゃかっこいいです。それで次の曲がなんとのブルーミングです。イントロで大歓声が起きます。この曲は私的にはトップオブトップの曲の一つなので、もう嬉しくて興奮しました。日本では鹿児島でしかやらなかった曲ですね。いや本当にすごすぎる瀬戸りだと思いました。Far Away のところはみんなで歌う感じになっていて、すごいいい感じでした。それで次はスクリーミングです。テンスアニバーサリーツアーに戻ってきたって感じになって、これまでの異常な興奮を抑えつつ、なんか切り替えてさらにこちらもパワーアップしたような感じで手を挙げて体を動かせました。スクリーミングは大好きですが、ここまで定番になるとは思ってませんでしたね。今となってはもう球児にはなくてはならない曲になっていると思います。で、さえちゃんのありがとうございました、ラストだの強烈な煽りで最後の曲となるエンドレスストーリーが始まります。もう会場は完全に一体化し、興奮のるつぼと化します。もう本当にここにいられて幸せな気分になりましたし、最後の力を振り絞って、おー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 って叫びましたし、みんなの声で会場が震えるくらいでした。さえちゃんのありがとうの叫びも強烈でした。最高の締めくくりでこの歴史的なお給仕は終わりました。会場からもありがとうの叫びが飛び交いました。最後小畑さんがはけるときに45分ごっこって言ったのが可愛かったですね。いや本当に最高のお給仕でした。会場のノリも声もすごくて、掛け合いとかもあって、やっぱりライブハウスのお給仕はいいなと思いましたね。お給仕後のさえちゃんのいつものポストはちょっとシンプルめに、番外編お給仕ありがとうございました、バンドメイドでポストしてね、見てますよ G、 そしてこの後は YouTube プレミア公開ですでしたね。私はお給仕後急いでホテルに戻って YouTube プレミア公開に参加しました。今回の瀬戸りはアンリッシュから1曲、アンシンワールドから2曲、カンカラーから4曲、ワールドドミネーションとジャストブリンギットから5曲ずつ、ブランニューメイドとニュービギニングから1曲ずつ、アルバム未収録曲から4曲と本当に幅広い瀬戸りでした。今回の番外編を10thアニバーサリーツアーと位置づければ、リアルエグジステンス、I Can Live Without You、スタートオーバーの3曲が追加された感じだと思いますので、77曲になりますね。横アリズ33曲やって、3ヶ月後にほぼそれ以外の瀬戸り、しかも最高の瀬戸りで23曲やれるって信じられないほどすごいです。さらに、できればあの曲も聴きたいなって思う曲がまだまだあるって本当にすごいことだと思います。やっぱりバンドメイドの凄さはこの曲たちの強さだと思っています。番外編の番外編を期待しつつ、次回3月のアコースティックお給仕を待ちたいと思います。ということで、2024年最初のお給仕、KTZEP 横浜10thアニバーサリーツアー番外編についての個人的感想とレポートでした。今回は以上です。それではまた次回。